はい、皆さんこんにちは。今回もですね、腰痛体操、詳しくやっていきたいと思います。今回ですね、腰痛体操のアドバンス編丸2になります。はい、こちらが、アドバンス編丸2の英語表記です。はい、こちらが腰痛体操アドバンス編の、全体のプログラムです。英語表記です。はい。ではね、こちらが本日、行います腰痛体操のアドバンス編丸2のね、種目になります。はい。一応英語表記見せておきましょうか。はい。こちらが英語の表記になります。はい。じゃあ戻ってください。はい。じゃあね、こちらね、プランク、レッグプレス、レッグレイズ、スクワット。はい。これね、かなり強度が高くなります。はい。ですから、アドバンス編の丸1の時にも申し上げましたが、腰にね、痛みや違和感がある方がやる種目ではありません。もう回復して、これからね、レクリエーションのスポーツであるとか、スポーツジムに通ってトレーニングをね、しっかりしたいという方がね、はい。より腹筋、背筋の、筋力で、腰を安定させる。はい。そのための、訓練だと思ってください。ですから、痛みがある方、違和感がある方は、アドバンス編ではなく、ベーシック編のね、方に、戻ってね、そちらをね、しっかりやるようにしてください。ベーシック編の方に関しては、関連動画として概要欄のね、概要欄にリンクを貼っておきますからね、そちらをね、見ていただければ、すぐわかるようになってます。はい。じゃあ最初ね、このプランク、レッグプレス、レッグレイズ、スクワットからやっていくんですけれども、プランクに関しては、丸1とね、全く同じです。ですから、それとね、ほとんど何も変わるとこないので、同じようにやればいいんですけれども、それ以下、レッグプレス、レッグレイズ、スクワットに関しては、ちょっと腹圧の高め方が変わります。はい。正確に言うと、プランクではドローインでよかったんですけど、レッグプレス以下では、ブレーシングというね、方法で、腹圧を高めてもらうことになりますから、こちらはね、ちょっとそこをやるときに、詳しく説明していきたいと思います。はい、じゃあ実際準備入っていきたいと思います。はい。では、これがね、プランクになります。はい。じゃあもう、丸1の方で、詳しく解説してるんで、ちょっと端的にね、説明していきますね。はい。膝をしっかり伸ばして、はい。そして、上半身と下半身が一直線になるようにします。はい。この状態で腹圧、ドローインして腹圧を高めてください。はい。膝をしっかり伸ばすことでお尻に力が入ります。お尻に力が入ると骨盤を支えることができるので、より腰が安定します。はい。で、これでね、30秒ぐらいを上限に考えてやってください。30秒3セットですね。はい。では、下ろしてください。はい。ではね、ブレーシングのことについてちょっと先に触れておきたいと思います。はい。で、ドローインも、腹圧を高める方法でしたね。はい。そして、ブレーシングも同様に腹圧を高める方法なんですけど、やり方が違います。はい。どう違うかというと、じゃあまずドローインからね、おさらいでやっていきましょう。ドローインは、はい、鼻から吸って、お腹膨らませます。そしたら、はい、口からゆっくり吐いて、吐き切りましょう。お腹へこめる。そしてへこめる。はい、吐き切ってへこめたらそこでキープ。これがドローインでした。はい。もう一回いきますよ。はい。鼻から吸ってお腹膨らませます。はい。そして口から吐いてお腹をへこめる。はい。こちらがね、お腹をへこめた状態でキープするのがドローインでした。はい。で、一方でブレーシングというのは、はい。逆に鼻から吸ってお腹膨らませます。はい。そこでキープして、膨らましたのをキープして、はい。お腹をね、前にグッと押し出すようにね、意識してください。はい。こうすると腹筋、背筋全体に力が入りやすくなります。はい。このようにするのがブレーシング。はい。で、さらにプラスアルファとして、両手で床を押すと、よりブレーシングしやすくなりますから、はい。鼻から吸ってください。お腹膨らまして。はい。手で床を押してください。しっかり押す。はい。そうするとこれでね、腹筋、背筋全体に力が入っています。はい。このやり方で腹圧を高めるのがブレーシング。強度が高い種目に関しては、こちらでね、やっていきます。はい。
では、実際ね、レッグプレスの方からやっていきたいと思います。はい、では準備してください。はい、では、レッグプレスいきます。はい、じゃあ手順です。はい、まずは、チューブをね、膝下に通して、ここから、つま先を外に向けて、はい、できるだけ足を開いてください。チューブ引っ張ります。はい、引っ張ると股関節の横にね、力が入ります。ちょっと手で当てましょう。はい、股関節の横ですね。ここに力入った状態を作ります。はい。で、両手でグーを握って床を押します。はい。はい、じゃあブレーシングしましょう。はい、鼻から吸って、お腹膨らませます。はい、膨らませたままキープ。はい。で、そのまま両足を持ち上げて、はい。もっと持ち上げて。はい。両手でしっかり床を押してくださいね。はい。ここから、チューブを引っ張りながら両足を伸ばします。かかとが床に近づくまで伸ばします。はい。そして戻します。はい。ブレーシングキープしてくださいよ。はい。チューブを引っ張りながら。はい。これを繰り返しましょう。手でしっかり床を押してくださいね。はい。これかなり強度が高いんですけど、ブレーシングで腹圧が高まってるから、はい、腰に大きな負担がかかることはありません。ですから必ずこのように強度が高い、腰にね、大きな負担がかかる種目に関しては、ブレーシングすることが必須になります。はい。このようにスムーズに行えるのであれば、10回3セットを基準にね、やってみてください。はい。ここでは紹介なのでね、10回はやりません。はい。じゃあ下ろしてください。では続いて、レッグレーズに行きたいと思います。はい、まずレッグレーズなんですけど、一般的にはですね、両足をこうね、持ち上げて、足を上下に動かすだけ。これがレッグレーズになりますね。はい、もう一回やってみてください。はい。これがレッグレーズになります。はい、下ろして。ただこれは、腰回りを筋力で安定させることが大前提になっていくので、そのね、手段を一つ一つちょっと確認していきたいと思います。はい。まず、両足なんですけど、かかとをくっつけてつま先を外に向けましょう。はい。こうするとね、足の内が内転筋であるとか、骨盤底筋であるとかね、足の内側のね、筋肉に力が入りやすくなります。ですから必ずつま先を外に向けた状態を常にキープする。はい。してください。次は手のひらを上に向けてください。手のひらを上に向けた方が肩甲骨が、しっかりこう寄るので、背中が丸まったりすることがありません。ですから、必ず手のひらを上にねしてください。はい。そしてここからブレーシングで、はい、まず腹圧を高めましょう。はい、鼻から吸ってお腹膨らましてください。はい、でこの膨らました状態をキープしたら両手でしっかり床を押しながら、はい、両足を90度持ち上げてください。はい、そして両手でしっかり床を押しながらかかとが地面すれすれに降りるまで動かしていきます。はい、これを繰り返して両手でしっかり床を押しますよ。はい。これブレーシングがしっかりできてるから腰への負担がね最小限に抑えられてます。はい。ですからこのような強度の高い種目をやっても腰に負担がかかることもありませんし、逆に強度高い種目をやりながら、はい、腰回り、股関節周りの筋力で、はい、腰を安定させています。はい。皆様がやられるときは特に問題なくスムーズにできるのであれば10回3セットを基準にしてください。はい。ここでは紹介なので10回はやりません。はい。じゃあそこまでです。はい。では最後はスクワットになりますね。はい。で、これもやっぱりブレーシングすごい大事なんで、もう一回ね、それを確認してからいきたいと思います。はい。ちょっと今ね、お腹ね、そんなにこう、膨らんでないんですけども、はい。じゃあちょっとここから鼻から息を吸ってお腹膨らましてみてください。はい。で、お腹がちょっと膨らんできました。はい。この状態で、腹筋、背筋にぐーっと力を入れます。はい。全体に力が入って今安定してますね。はい。ここからスクワット入りましょう。はい。いきます。はい。できるだけしゃがむときにお尻を後ろに突き出して上半身前傾させましょう。もうちょっと上半身前傾させてもいいですね。はい。
そうですね。この状態になります。はい、続けてください。今、ブレーシングでね、腹圧が高まってます。はい、お尻を後ろに突き出す。膝がね、つま先よりも前に出過ぎないようにしてくださいね。そうしないと股関節が使えません。はい、じゃあちょっと向きを変えて、はい、じゃあこちらを向いてやってみましょう。はい、膝が中に入らないようにね、気をつけてくださいね。はい。はい、じゃあそこで一回ストップして、じゃあね、もう一つちょっと別のやり方も紹介しておこうと思いますので、はい。じゃあ、次はですね、足にこうチューブ通してやってみます。はい。じゃあちょっと横向きになってください。はい。ブレーシングするところまではさっきと一緒です。はい。ブレーシングしてまず腹圧を高めて、はい。じゃあ全くさっきと同じようにやってみてください。お尻を後ろに突き出して前傾します。はい。はい、まあ見た感じはさっきとね全く一緒なんで分かりづらいんですけれども、はい、ちょっとこっち向いてください。はい、できるだけ足を開いた状態で作って、足をできるだけ開いてくださいよ。はい。で、膝が中にこれ入りやすくなりますよね、チューブのテンションでね。それで膝の位置をしっかりちゃんと前にコントロールすることで股関節に力が入ります。ですから、このねチューブを巻いてやる方が股関節周りの力がしっかり強調して使えるから、より腰回りがね安定していきます。はい、結構です。じゃあそれではですね、ちょっとイラストで、解説ちょっとしていきたいと思いますので、ちょっとイラストお願いします。はい。これ今背骨のね絵になってますけれども、腹圧を高めることでこのね、背骨の S 字をねしっかりキープします。変に体が曲がったり反ったりしないようにします。はい。じゃあちょっとスライドさせてください。はい、ストップですね。はい。で、このね、腹腔っていうね、お腹の中にある空間ね。はい。これさっきの手順で、ブレーシングして腹圧を高めます。はい。そうすると、体幹がね、安定して腰のね、負担が減らすことができます。はい。はい。で、さっきチューブ巻いてね、やる種目がね、あったんですけども、はい、その理由はチューブを巻くことで、この赤丸であるね、囲まれている中殿筋っていうね、股関節の筋肉に力が入りやすくなるからです。ここに力が入ることで、はい、骨盤がしっかり支えられて腰の負担が減ります。ですから、チューブを使って行いました。はい、ではいかがでしょうか。はい、ですね、英語の字幕の方もね、つけておりますので、必要な方はですね、画面の方からね、設定してね、英語の字幕をオンにして、視聴していただければと思います。はい。はい、今回の体操ですね、腰に負担がかからないやり方となっておりました。皆様いかがでしたでしょうか。ぜひ良かったよという方ですね、いいねボタンをお願いいたします。あと、こんな運動ですね、紹介してほしいという方ありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。あとは SNS ですね、Facebook、Twitter、Instagram やっておりますので、ぜひチェックお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。